霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著28昔語り。夫がいよいよ来着したのはそれからしばしの後で、私がふと脇見をした瞬間に50余りと見える一人の神様に付き添われて、忽然として私のすぐ前にありし日の姿を現したのでした。あ、やはり元の夫だ。私は今更ながら生死の境を越えて少しも変わっていない夫の姿に驚嘆の目を見張らずにはいられませんでした。服装までも昔ながらの好みで、ネズミ色の衣装に大門を打った黒の羽織、これに袴をつけて、腰にはお定まりの大小2本、大変にきちんと改まったいでたちなのでした。これが現世での出来事だったら、その時何をしたか知れませぬが、さすがに神様の手前、今更取り乱したところを見られるのが恥ずかしゅうございますから、私は一生懸命になって平気な素振りをしていました。夫の方でも少しも弱みを見せず、落ち着き払った様子をしていました。しばし沈黙が続いた後で、私から言葉をかけました。お別れしてからずいぶん長い年月を経ましたが、図らずも今ここでお目にかかることができまして、心から嬉しゅうございます。まったく今日は思いがけない面会であった。と、夫もやがて無人らしい重い口を開きました。あの折は思いのほかの乱軍。別れの言葉一つ交わす暇もなく、あんなことになってしまい、そなたも定めしほいないことであったであろう。それにしてもそなたが、こうも早くこちらの世界へ来るとは思わなかった。いつまでも安泰に生きながらえていてくれるよう、自分としては陰ながら祈願していたのであったが、しかし過ぎ去ったことは、今更何とも致し方がない。すべては運命と諦めてくれるよう。飾り気のない夫の言葉を私は心から嬉しいと思いました。昔のことはもう何ともおっしゃってくださいますな。あなたにお別れしてからの私は、お墓参りが何よりの楽しみでございましたが、やはり寿命と見えて、じきにお後を慕うことになりました。一時の間こそ随分悔しいとも悲しいとも思いましたが、近頃はどうやら諦めがつきました。そして思いがけない今日のお目通り。こんな嬉しいことはございませぬ。かれこれと語り合っているうちにも、お互いの心は次第次第に溶け合って、さながらあの思い出多き三浦の館で、主と呼び妻と呼ばれて、楽しくおきふしを共にした時代の現世らしい気分が復活してきたのでした。いつまで立ち話でもなかろう。その辺に腰でもかけるとしようか。ほんにそうでございました。ちょうどここに手頃の腰掛けがございます。私たちは3尺ほど隔てて、右と左に並んでいる木の切り株に腰を下ろしました。そこは監督の神様たちもお気を利かせて、あちらを向いてそしらの顔をしておられました。話はそれからそれへとだんだん滑らかになりました。あなたは生前と少しもお変わりがないばかりか。かえって少しお若くなりはしませぬか。まさかそうでもあるまいが、しかしこちらへ来てから何年経っても年を取らないというところが不思議じゃ。と、夫は打ち笑い。それにしてもそなたはちと老けたように思うが、あなたとお別れしてからいろいろ苦労しましたので、自然やつれが出たのでございましょう。それは大変気の毒なことであった。が、こうなってはもはや苦労のしようもないから、そのうち自然元気が出てくるであろう。早くそうなってもらいたい。承知いたしました。みっちり修行を積んで、昔よりも若々しくなってお目にかけます。さして取り留めのない事柄でも、こうして親しく語り合っておりますと、私たちの間には言うに言われぬ楽しさがこみ上げてくるのでした。